かねという寿司です。これなんだろうね。知りません。はい。わあ、これはすごい。で、今ちょうど夕日が沈もうとしてます。はい、室蘭焼き鳥です。道の駅見たら室蘭っていうところでお世話になろうと思います。今日やってないみたいだなこれ。うわぁ。温泉街のすぐそばにもういきなり地獄台の入り口ありますね。硫黄の匂いがすごい。はい、これなんだろう。これってね、間欠泉らしいんだけど、不定期に湧き出るらしく、今は出てないですね。あ、ここですね。You guys from Australia? はい、じゃあせっかくなんで日帰り湯に入っておきます。今夜はですね、千歳のサーモンパーク千歳というところでお世話になろうと思います。なんかどうすればいいか全然分かんなかったけど、なんとか動きましたね。今日は新千歳空港に来てるんだけど、新千歳空港ってでかいんだね。空港に来たのは北海道旅疲れちゃったからもう帰ろうかなということではなく、あ、いた。じゃあ北海道へようこそ。もう千歳空港すごいよ。もう羽田空港顔負けみたいなにぎわいだよこれ。北海道の高速道路って今まで走ってたのってね、山の中に道路を通してるだけみたいな高速道路が多かったんだけど、ここまで来ると本州でよく見るような高速道路になってます。普通の高速道路。ごく普通の高速道路。はい、小樽市街に入ってきました。あ、なんか素敵な街並みだね。本当だね。いや、やっぱり観光客。ここが今日のお宿です。建物は素敵ですね。ただし結構これ山の上でさ、町から遠いね。あんま調べないで撮っちゃった。素敵な朝ごはんって感じですけど。はい、お部屋はこんな感じです。あ、可愛いお部屋ですね。北海道旅5泊目にしてようやく普通のお部屋で嬉しいな。お風呂とトイレはこんな感じ。ここ屋上テラスが自慢だそうで、はい、小樽の街が見えます。はい、タクシーに乗って街に出てきました。ここサンモール一番街って書いてあって、ここ商店街なんですね。タクシーの運転手さんの話だと、
ここがね寿司通りって呼ばれてるらしく、寿司屋がいっぱい集まってるんだそうです。ああ、これも寿司屋さん、寿司居酒屋っていうのもあるんだね、これね。これも寿司屋さん。いや、富山ってさ、寿司県を辞任してて、富山空港も富山高山寿司空港っていう名前にしちゃって、全面的に寿司で売り出そうとしてるんだけど、そこまでやるんだったらこんなにすごいね、寿司通りみたいの作ってほしいね。富山って実際のところ寿司通りみたいのってないですからね。じゃあここ有名店なので入れるかわかんないけど、ちょっと入ってみましょうか。じゃあ朝日スーパードライ、じゃあ乾杯。一昨日昨日と禁酒してたからうまい。これはあかねという寿司です。中トロ、赤身、白身、ホタテ、ホタテ、甘エビ、甘エビ、とびっこのとびっこ。じゃあ、北海道の、ホタテからいっちゃいますか。おいしい。じゃあ中トロ、これなんだろうね。知りません。何かわからない。なんか卵かな、わかんない。後で聞いたらマダラの卵の醤油漬けだそうで、たらことは全然違う食感。この白身は北海道のニシンで上品な味でしたね。はい、北海道のサーモンです。寿司屋を出て今散歩してますけど、なんか不思議なとこがあった。手抜き工事っていうとこ。ここが有名な運河なんだそうです。小樽、すごいね。びっくりドンキーまでおしゃれ。ほら、ここでもう一杯飲んでいこうと思います。ピルスナーの M サイズ。どうですか？ドイツビール。今日はですね、小樽駅前から出発して小樽市街地、観光したいと思います。今小樽駅前なんですけど、ここにね市場があるんだそうです。うわ、すごっ。いや、うわ、これはすごい。もうそこの先入った意義、先入って道路歩いたことない。カニが喺面色圖嗰個煮埋咧，佢就韓国のね市場を見てきたみたいな感じでね、日本にもこんなとこあったんだねって感じですね。
れは日本銀行小樽支店。すごい観光客いますね。はい、これ有名なスイーツの店らしいんだけど、これあれね、スイーツの店でエスカレーターまであるよ。これそんなの初めて見たわ俺。はい、じゃーん。日本の他のとこでも買えるんだけど、生で食べられるのはここだけだと。ふわっとした感じのチーズケーキですね。一番下がちょっと濃厚な感じ。濃厚なチーズケーキです。さきいか屋さんらしいんだけど、すっげえいい匂いする。これすっげえ並んでるな。すげえ並んでるね。中はすごい幻想的な感じです。じゃあ最後に手宮線っていうのを歩いて帰りましょう。チャンネル登録よろしくね。